の方がスタートする時間になりました。イエイ。いやー、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。いやー、すいません。先週はですね、ちょっと夏休みということでですね、はい、家族のね、家族旅行に連れて行っていたものですから、ちょっと一週間ね、ちょっとお休みをいただきまして、はい、今週の方からまた、はい、玩具レビュー生配信の方、毎週土曜午後9時半からということで、やらせていただきたいと思います。いやー、ようやっと、はい、準備が整いました。いやーね、もうギリギチョンまでね、結構大ピンチで、いやー、結構ね、最近ね、なんかこう、体の調子が、芳しくなくて、ちょっと無理しすぎっていうのもあるのかもわかんないですけどね。結構ね、そうそうそう、あの、旅行行ったり、あとね、その後もですね、いろいろこう、精力的に動いてですね、うん。で、子供たちのね、勉強とか、ね、夏休みの宿題とかの面倒も見なきゃいけないもんで、で、ね、仕事も結構ね、詰まっちゃってて、結構、早朝からやんなきゃいけないような仕事もね、いっぱいあって、だからね、もう本当に、なんだろう、体がね、ボロボロの状態っていうかね、だからここに来て結構ピークに来てて、なんかこう、積もりに積もったものが、なんかこう、どっと出てる感じがあって、いやね、このね、玩具を、この生配信の玩具をね、こう、ちょっと準備したり、撮影のね、準備をしたりして、いつもね、ギリギリまでできなくて、ギリギリになってようやっとね、完成するっていう感じで毎週やってるんですけど、まあ、今週も例に漏れずね、そんな感じでやってたんですが、もうね、なんだろう、腹壊しちゃって、すいませんね、なんか、下の話になってしまいまして。いや、もうね、だから結構ほんとギリチョンまで、トイレにこもって、痛い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 なんつって、でも、準備も終わってないし、やべえやべえなんつって、で、なんとか準備を終えて、ここにいるという状態でして、いやー、なんかね、そうですね、ちょっと体ちょっと無理しすぎな感じがあって、今日っていうか、まあ、昨日、今日あたりでね、結構、積もりに積もったものがピークに達してるみたいなね、そんな感じになっております。いやー、もうね、年食ったのにあんまりね、無理するもんじゃないですね。と言いつつもですね、なかなかこう、楽しいね、玩具レビューの時間ですので、ちょっとね、少し、楽しみながらやりたいな、なんていうふうに思っております。もうそんなこんななんでね、本当にこう、玩具をいじる時間もなければ、本当ね、プラモをね、作ったりする時間も本当になくて、で、下手したらですね、もう生配信以外の時間で、今、このね、趣味の秘密基地でね、やってるわけなんですけど、この秘密基地にもね、生配信の時間しかね、来れないみたいな、そんな感じになってるんですよね。いや、だからね、精神衛生上あんまり良くないというか、まあでもね、他のことでね、こう結構今も、まあね、もう本当、ここ何年か、エマージェンシーがずーっとかかっちゃってる状態なんで、まあそうも言ってらんないと言いつつもですね、いやー、なかなか世知がないですね。などと、いろいろ愚痴を言わせていただいております。ちょっとですね、生配信のスタートするまでにですね、ちょっと僕のエンジンがかかる時間が必要でございまして、ちょっとこちらのサワーなんかをいつもいただきながらですね、アルコールをこう体に染み渡らせる時間をですね、ちょっと稼ぐためにですね、しばらくちょっと取り留めのない話などをさせていただいております。
コメントいただいてますね。山中幸雄さん、主さん皆さんこんばんは。お疲れ様です。ルパンレンジャー VS パトレンジャー来た。山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そして、山中幸雄さんから、スパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、いつもありがとうございます。乾杯。いや、いつもありがとうございます。励みになっております。山中幸雄さん、ちなみにシンカリオン SGX シリーズ E3、翼単体とセットを Amazon で買いました。これでブラックシンカリオンのダーク踏切手裏剣が、再現できます。ちなみに当時のカラーはありません。なるほど、なるほど。SGX シリーズですね。もう今ね、だんだん熱くなってきましたね。うん。やっぱ小玉がでかいですね。小玉の存在はかなりでかい。うん。いや、でも SGX シリーズも楽しみですよね、今後ね。うん。まあ、無印の、初代のシンカリオンのリブートっていう形で、ちょっと SD っぽく縮めつつ、はい、当時版のね、極力、余剰パーツとかね、取り外しパーツなく、2両編成で合体して一つのロボットになるっていうフォーマットを、はい、初代から踏襲しつつ、初代にはなかった稼働をプラスしていったっていうね、うん。そういうシリーズになっていまして、今ね、着々と初代で出てた、ラインナップがですね、消化されてて、ね、もう、結構ね、折り返し地点ぐらいまで、到達してますもんね。うん。で、小玉、ね、中盤のメインアイテムだった小玉も出ましたし、だからね、今後もどんどんね、続いて、初代のね、リブートコンプするんであるならば、ね、もう年末手前あたりに、ね、目玉商品のね、ドクターイエローが出るんじゃないかとかね、ね、あるいは、はやぶさマーク2どうなんだみたいなね、うん、なんかこうね、いろいろね、合体系目玉商品はね、大型目玉商品みたいなのはまだまだありますんで、これがね、どういう風になるかっていうのはちょっと期待ですよね。もうなんか、SGX で、はやぶさマーク2ってどうなるんだろうっていうねちょっと、あれですよね。アレンジまあ多少入るんでしょうけど、いや、なんかこう、変形合体機構でやたら複雑ですもんね、はやぶさマーク2って。だから、結構ね、今回 SGX、少しね、簡略化されている部分があるんで、結構、うん、細かいところもしかしたら省略される可能性はあるかなと思いつつも、いや、なんかこう SGX シリーズで、はやぶさマーク2がどうやって出るんだろうっていうのはねちょっとまだ想像つかないんで、楽しみではありますよね。うん。なんかこう、うん。だから結構、あの、うん、期待ですよね、SGX は。ケイチ君、お疲れっす。ご自愛してください。ケイチ君、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。もういい年なんでね、もう、よく寝て、体を休ませたいな、なんて思ってるんですけどね、全然ね、寝れないんですよね。僕が寝ちゃうといろんなところが止まってしまうっていうね。うん、なんかこう、辛いね。なんか本当にね、うん、会社にいた時と同じような状態になってますね。僕、会社に勤めをしてた時もありまして、うん。まあ、デザイン系で入ったんですけど、うん、デザイン事務所を転々として、で、通販のね、会社に勤めたことがあって、で、そこが結構長くて、で、そこで、うん、いろんなこと経験させてもらって、で、やってたんですけど、で、その時には、まあ、一応名目上は、部長補佐ってところまでちょっと上り詰めまして、で、まあ、
4、5人、部下を、使う中間管理職の状態になったりもしたことがあったんですけど、まあ、その時の僕の働き方が結構特殊で、だからね、なんだろうな、なんかこう、すごい大変だったんですよ。なんか、僕一人だけ。すごい大変で、誰もやりたがらないようなところを、まあ、入ったもんですから、で、結構、そこでやらなくてもいい、改革みたいなものもバンバンやって、やたら仕事が複雑になってしまってですね。またね、やんなきゃいけない、こなさなきゃいけない仕事も毎日激しくあって、だからね、結構ホワイトで、他の人たちはもう本当に10時出社して、5時半とか6時にはもうね、ほとんどの人が退社するっていうね。なんかね、すごいホワイトな状況の会社だったんですけど、なぜか僕一人だけね、6時半ぐらいに出社して、帰るのは終電手前っていうね、のが毎日みたいな、なんかそんな状態だったんですよね。まあ、だからね、僕、部下がいたんで、部下にもね、仕事を分散させて、やりたいなって考えてたんですけどね、なかなかこうね、分けらんないんですよね。だからこの部下に仕事を回すために僕が仕事を作んないといけないんですよ。だけど、それをやってると、仕事が回んなくなっちゃって、リアルに会社が止まっちゃうんですよね。会社止まっちゃうと、もうほんと1日でね、数千万円とか、数百万、数千万の損失が出るみたいなのがざらにあるんで、ちょっとね、止まれないんですよ。暴走機関車のような。で止まれないんだけど、一回止めないと部下には教育でしたり、仕事回したりできないじゃないですか。だから、なんだろう、仕事分けりゃいいじゃんって簡単に言われちゃうんですよね、社長とかにはね。だけど、いや、仕事を分けて回した瞬間、会社止まりますけどいいですかみたいな。で、それはダメだよって言われるんですよね。じゃあどうしろっつんだよみたいなね。だからなんかね、そんな感じでしたよね。いや、だから難しいですよね。で、今現状なんか家庭でもなんかそんな状態になってて、何を言わんやっていうとですね、まあ子供がですね、いて、でね、子供にこう、勉強なり、夏休みの宿題で毎日に振り分けたですね、ノルマをこうこなさせないといけないんですけど、うーん、なんだろうな、まあ僕がね、こんな状態なんで、まあちょっとね、寝たり起きたりをしてるんですよ。ガツッと8時間とか寝りゃいいんですけど、寝れないんですよね。だからこう毎日毎日ですね、小分けにしてるんですよ、睡眠時間を。でも3時間3時間とか、2時間半3時間とかっつって、2回ぐらいに分けてですね、寝たりするんですね。じゃないと、ちょっと、生活が回んない状態というか、やんなきゃいけないことがね、できない状態で。だからね、そういうふうにやってるんですけど、で、この寝るときに子供たちがね、こう、やってくれりゃいいんですけど、僕がいないとやれないみたいなところがありまして、だからこう、でも寝ないと死んじゃうしなーってだけど寝たらやれないんだよなーみたいな。だから僕がいない間もできるような形に持っていくしかないんですけど、それをやるために頑張らなきゃいけないのも僕で、みたいな。なんかジレンマをすごい抱えてて。だからね、なんか会社の時みたいってちょっと思ったりっていうのをしたなというのを今、ふと思ってしまったよという取り留めのないお話でございました。えっと、チアさん、こんばんは。家族サービスお疲れ様です。あ、どうも、チアさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやね、夏休みだからね、もうしょうがないですね。なかなかね、こう、でも子供たちはね、結構、
思い出を着々と作れてるかな、なんていうふうに思えてるので、その点はね、すごく、報われているような感じがあって、いや、非常に素晴らしいんですけどね。まあね、僕もなかなかね、体が若くないというか無茶についてこれなくなってきているというね、悲哀がちょっと感じられている次第でございます。おとっかめライダーセイバーさん、こんばんは。俺方研究所さん、少しだけよろしくお願いします。おとっかめライダーセイバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ケイタさん、こんばんは。バチさん、夏休み満喫してるなーって X で見てたけど、体ボロボロだったのか。ケイタさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやね、もうほんと、裏腹にってやつですね。いろんなことはね、やるんですけど、詰め込むがゆえに体がボロボロになっていくというね。ディズニーランド現象ですね。せっかくディズニーランド来たんだから、満喫しなきゃって言って、もう分刻みであらゆるところにね、あらゆるこう、アトラクションに乗りまくってですね、もう、夕方手前あたりにね、もう正気が、ね、抜けてげっそりと疲れてるお父さんっていう感じですよね。その状態が夏休み全部に出てきているという、そういった状態でございます。おとかめなだセイバーさん、大丈夫ですか？俺方研究所さんありがとうございます。いろいろね、この生配信のこの時間を使ってですね、愚痴を言うというね、僕のストレス発散方法でございまして、ちょっとそれにね、盛大に付き合っていただいているというね。ありがとうございます。申し訳ございません。チアさん、この時間で癒されましょう。もう本当おっしゃる通りですね。もうおもちゃを、我々のようなね、ロボッタはおもちゃをカチャカチャいじることが、最大のこのストレス解消になりますからね。本当にこのロボットを語っているとか、ロボットで遊んでいるとかっていう時に、この現実の世界から別の世界にダイブできるというかね、そういう感じですよね。だから、なんだろう。昔も今も変わってねえなと。そういや、昔もそんな感じだったよねっていうのがね、最近思いますね。昔も結構このね、現実の世界と、玩具の世界との、間で行ったり来たりしていったような感じだったのかもしれないですね。いや、だからね、アクセクアクセクね、毎日働いてるような、そういう状況ですけどね。玩具でいじったり、プラモ作ったりしてる時は、頭空っぽにできるみたいなね。そんな感じそんな感じでちょっと、付き合ってるのかもわかんないですよね。だから逆に言うと、そういうものがあるっていうことは、すごく、恵まれてますよね。普通あんまないですからね。だから、多くの人はお酒飲んだりするんでしょうからね。まあ、そう考えると、非常に安上がりとも言えるかもわかんないですよね。だってね、酒なんか飲みに行ったらね、普通に行ったら結構1万円なんて簡単に飛んでっちゃいますもんね、一晩で。そう考えたら2万円のね、高額商品だって、酒飲みから考えたら2日分の飲み代とかって考えたら、そういうことですもんね。そう考えると、玩具っていうのは非常に素晴らしいですね。本当にそうなのかと思いつつも無理やり納得させるというね。おとかめなだセイバさん、自分もお腹痛くなること1回だけならいいんですが、今日もう1回痛くなりました。お互いに気をつけましょう。ルパンレンジャー対パトレンジャーは大人気戦隊です。そうですね。おとかめライダーセイバーさんも、腹痛にお悩みということで。いやね、なんででしょうね。なんかあんのかな今。なんかね、昨日あたりからなんですよね。やったらお腹痛くなって。変な菌でも入ったんですかね。そんな別に、あれね、無茶はしてないんですけどね。なんかね、やたら昨日からお腹痛いんですよね。
ルパパトね。ルパパトは、いや、そうですね。非常に、まあ、ルパパトもね、結構ね、この転機になったスーパー戦隊なんですね。ちょっとまあ、そこら辺の話もね、少し交えながら、ちょっとね、お話ししつつ、玩具いじりつつ、みたいな感じで、やっていきたいかな、なんていうふうに思っております。山中幸雄さん、あとは、500タイプエヴァがあるといいですね。あ、SGX ですね。ああ、そっか。エヴァンゲリオンコラボね。はいはいはい。そうそうそう。確かにね、そうですよね。結構でも、シンカリオンのね、エヴァンゲリオンコラボは、ほんとコンスタントにありますもんね。うん。ね、無印でもあったし、Z でもあったし、チェンジ・ザ・ワールドでもありましたもんね。いや、だから SGX でもね、あっておかしくないですよね。新エヴァンゲリオンで終わったかと思いきや、なんかまた再始動するらしいですからね。さようならすべてのエヴァンゲリオンってのは一体何だったんだっていうね。いやー、なかなかね、終わらせてくれないコンテンツなんですよね。うん。ゴトカメラダセイバーさん、ダブルヒーロー夏祭り2019の時、合体ロボのコックピットの写真を撮る、ところがありました。あ、なるほど。これですね。こちらのルパンカイザーとかパトカイザーの中に入り込んで、このね、操縦する時の操縦席みたいなのがあったんですね。撮影スポット的な感じで。ああ、それはいいですね。めちゃめちゃ楽しそう。いいですね。スーパーヒーロー夏祭り的なやつね。東京ドームシティであるやつ。うん、僕もね、何回も行きましたね。子供たちと一緒に。思い出ありますね。うん。いつの時だったっけな、結構うちのチビがね、ちっちゃい時に行って、なんだろう。いつも、プロレスをやる会場みたいなところがあるんですよ。で、そっちの方で、ヒーローショー、仮面ライダーショーをやって、で、その後、大広間の方の、メイン会場の方に移動するみたいな会があったんですね。で、そのチケット取って、その仮面ライダーのショーを見に行ったんですけど、その仮面ライダーショーをやってる間にチビの歯が抜けてですね、口血だらけのまま見たっていうね。そういうね、いい思い出があったり。うん、あとね、なんかこう結構その盆踊りみたいな感じでヒーローとね、盆踊りやりつつ、なんかそこでね、ブンブンジャーの時か、ブンブンジャーの時とかもね、結構振り付けを覚えてみんなでこう振り付けで踊るみたいなのがあって、なんかね、それで結構、子供たちが、ブンブンジャーのエンディングのやつあるじゃないですか。うん。あれがね、好きになったみたいな、そんなこともあったし、うん、なんかこう、結構ね、うん、いろいろいい思い出がありますね。はい、チアンさん、嫁さんの本命は SGX500 小玉ハローキティだそうです。あ、なるほど。そういえば、キティさんコラボありましたね。うん。そっかそっか。結構タカラとキティちゃんって結構コラボするんですよね。確かに確かに。あ、なるほど。SGX でね、ハローキティコラボもあるかもわかんないですね。うん。そうなったら結構意外と本家よりもいいかもしれないですね。SGX の方がちょっとね、ずんぐりむっくりしてるから、キティちゃんには合いそう。うん。オトカメラダセーバーさん、女性が2人か3人いて、赤ちゃんを連れて写真を撮っていました。ルパンレンジャー対パトレンジャーファンなんだと思いました。初めて知ったとき、ルパンカイザー、パトカイザー2大ロボを知り衝撃でした。ルパンレンジャー対パトレンジャー、初めて、ルパパトと言います。縮めてルパパトと言います。あ、なるほど。そのスーパー戦隊、スーパー戦隊夏祭りみたいなやつですよね。うん、に、写真撮るのにそういう感じの人がいたってことですね。うん。ね、最初ね、ルパ
ルパンカイザーとパトカイザーってね、2体がいるっていうのがびっくりしたってことですね。やっぱり結構、ルパンレンジャー VS パトレンジャーってかなり意欲作ですよね。うん。僕もね、最初聞いたときちょっと意味わかんなかったですもんね。なんかね、バーサス戦隊みたいなのが始まったみたいな、感じだったけど、ねえ、まさかね、いや、これはちょっと冒険しすぎじゃねえのとは思いましたけど、いや、まあ実際冒険しすぎで、いろいろこうね、ハレーションが起きていた部分はありつつも、いや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 、なんかこうね、ストーリー上でも、はたまた、このロボットの、もう開発にしてもですね、いや、なんか、奮闘したというか、後々考えてみると、めちゃめちゃ頑張ったんじゃないのっていうふうに思えるようなね、そんな感じの戦隊だったかななんていうふうに思いますよね。まあいろいろね、初めての冒険だったので、なんかこう、ね、至らない部分というか、うん、なんだろうな、やっちゃってる部分はあるんですけど、まあ、それをね、鑑みても、いや、すごくよく頑張った戦隊なんじゃないかなって、今でもね、思いますよね。うん。僕は結構ね、好きな戦隊でもあるので、なかなかいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、そこら辺もおいおいちょっと、話していければな、なんていうふうに思います。と、山中ゆくさん、グッドクルカイザーさん、お久しぶり。しかも CV が、ボルテス5の、三ツ矢さんですね。あ、そうなんですね。グッドクルカイザーは。あのそうなんですね。僕は、あんまりちょっと、声優さんに詳しくないもので申し訳ない。そうなんですね。グッドクルカイザーの、グッディですかね。うん。あ、そうなんだ。へえ、ゴル、ゴル、ゴルデス5。うん、なるほど。ちょっとね、僕ね、あんまり声優さんに詳しくないんで、ありがとうございます。情報いただきまして。スネマさん、こんばんは。遅刻したけど、まだバッチさんのアイドリング中だからセーフ。どうも、スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いや、もうありがとうございます。毎回毎回、ぐだ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 喋らせていただいております。まだちょっとね、エンジンがね、まだそこまで温まってない状態ですので、申し訳ない。オトカメランダーセイバーさん、ルパパトの脚本家、小村さんはルパパト前にスーパー40作品記念動物戦隊獣王者、後に全開者仮面ライダーガブの脚本を書いています。自分は来年3月発売の超合金大鉄人1718セット高いので安くなるのを待つか、すみません。ビッグカメラのポイントカード貯めて買いたいと思います。そうなんですね。ルパパトの脚本家の小村さんが、ルパパト前にいろいろこうやられていたってことですね。獣王者の脚本もやられてたってことなんですね。ありがとうございます。なんかこう、なかなかね、詳しい、情報いただきまして。うん。超合金大鉄人も出るんです。今後出るんですかね。ちょっとね、それは僕、ちょっと情報を得てないかもしれない。17と Y18 が出るんですか？来年3月発売されるんですか？なるほど。それは素晴らしいですね。いや、ぜひぜひ手に入れていただければなと思います。ケイチ君、歴代戦隊でもガジェット兼デラックスロボのアイテムは数あるけれども、ルパバトの完成度が頭一つ抜けてると思います。確かにね、そうそうそう。今回ね、ちょっとそこら辺も鑑みて、ちょっとバーサスチェンジャーもね、ご用意させていただきました。で、今回ね、ちょっとそれも交えてね、いろいろちょっとやっていきたいな、なんて思うんですけど、やっぱね、そこら辺の、兼ね合いっていうか、絡み方もね、すごく良かったんですよね。だからこう、結構玩具のクオリティというか、を、うん、なんだろうな、一長一短あるんですけれども、
かなりね、こう意欲的にこう、やってたなっていう印象がありますね。うん。このバーサスチェンジャーもしっかり、このロボもしっかりですね。うん。いろいろね、言われちゃっている戦隊なんですよね。この、玩具に関しては。だけど、うん、翻ってね、ちゃんとこう、改めて見てみると、うん、全然その、なんだろう、難しい状況はあれども、頑張ってね、こう、あらゆるものを詰め込んできた戦隊とも言えるかな、なんていうふうに思うんですよね。うん、だから、まあもちろんね、ちょっと手放しで全てが良かったという感じでもないんですけれども、でもね、そんなにこう卑下するもんでもないんじゃないかな、なんていうふうにね、ちょっとね、なかなか難しいちょっとね、一言では言い表すには難しい戦隊系ロボだなと思いつつ、まあでもね、僕はすごく好きなんですよ。なのでね、ちょっとここら辺も交えて、いろいろいじくりながら喋っていきたいな、なんていうふうに思います。オトカメライダーセイバーさん、自分、安野さんつながりで、ムビモン仮面ライダー第2号と、一緒にシンカリオンエヴァ2号機を一緒に買って持っています。あ、そうなんですね。なるほど。そういうのがあるんですね。仮面ライダー2号。エヴァ2号機を一緒に買って持っています。あ、それは素晴らしい。チアさん、ルパンカイザー、パトカイザーの合体ギミックは、マスクマンのロボのボツ案をリメイクした説をおしたいです。あ、そうなんですね。へえ、マスクマンの、グレート5、グレート5ですよね。うん。っていうね、スーパー戦隊初の5体合体ロボがあるんですけど、そちらのね、ボツ案っていうのがあって、これがね、ボツ案がすごい先進的というかね、あの当時考えたら、ちょっとあまりにも詰め込みすぎギミックだったりするんですよね。めちゃくちゃね、しかもね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。で、かっこよくて、で、確かにね、言われてみると、ルパンカイザー、パトカイザーの、あの、この差し替えで、数パターン、いろんなパターンに変形できる機構っていうのが、もうね、マスクマンの段階で没案だったんですけど、あの、出てるんですよ。アイディアとして。でしかも、実際は、こう、ルパンカイザー、パトカイザーよりも、はるかにこう、複雑な、はい、変形とかね、ギミックを搭載してるんですよね。そういうね、没案があって、でも確かに言われてみりゃそうだなっていうね、のがありますよね。確かに確かに。だから、あれを元にして、まあ、現実的に玩具にブラッシュアップできる形に落とし込んだっていう案ってことですよね。はあ、はあはあ、確かに、それは、僕もちょっと納得する部分がありますね。オトカメラダセバさん、エヴァンゲリオンシリーズはガンダムに続くシリーズにしようとしていて、ダイジェスト公開する予定だったんですが、いろいろとあり、ダイジェストでなくなりました。エヴァンゲリオン、完全新作シリーズはもともと企画がやっと始動できるシリーズです。ルパパトの最終回はラスボスを倒さずに逮捕して監禁するは衝撃でした。自分もルパパト大好きで推しです。すみません。のこムビモン仮面ライダー第2号のコートバージョンです。マスクマンのボツ案すごいです。あ、なるほど。いろいろ。うん。ダイジェストで公開する予定だったんですか。なるほど。エヴァンゲリオンにはいろいろあるよってことをおっしゃられてるんですね。あはは、なるほど、なるほど。まあまあ、でもね、エヴァンゲリオンもね、いろいろこう、なんだろう、最初は、まあ、安野作品っていうのが、まあ、すべてにおいてそうなんですけど、結構ね、過去の超大作のオマージュみたいなのからスタートするというか、基本それなんですよね。あれも、
ガイナックスで作った時の、トップを狙えも、あれはもう壮大な、オマージュのオンパレードというか、いろんなものをめちゃめちゃに詰め込んでできたものだったりするじゃないですか。ね。ガンバスターにしたってあれね、ゲッタードラゴンとイデオンとね、いろんなものをごちゃ混ぜにしたりね。です。あれもね、不思議の海のナディアも、あれですからね、宇宙戦艦ヤマトのオマージュだったりするし、あれもそうですよね。まあ、新仮面ライダーとかね、シン・ゴジラとかもはもちろんね、そのまんまそうですし、なんかこうね、結構こう、庵野作品っていうのは、まあ元になった、庵野さんが夢中になったものを起因として作ったりしてる部分があったりして、って考えたときに、まあ完全にね、エヴァンゲリオンはこう、ウルトラマンのオマージュというかね、ウルトラシリーズオマージュみたいなところがあって、で、そこら辺に、なんかこう、キリスト教的の、世界観みたいなものを、まあ、ねじ込んで、話として、こう、成熟させるというかね、そういう形を取ったっていうのが元の始まりだったわけで、で、テレビシリーズに落とし込んで作りつつ、まあ、ただガイナックスがああいうことになって、いろいろ立ち消えて、うん、結構ね、なんだろう、エヴァンゲリオンシリーズ自体も結構紆余曲折を経ての、まあ今みたいな形で、スタジオカラーで、劇場版を作って出すっていう形になったんですけど、まあ、安野さん自体が、その呪縛から解放されたいみたいなね、ところがどうもあったらしいっていうね。だから今日旧三部、旧劇場版三部作の段階で結構うつになったらしいですよね。うつ病になっちゃったらしく。うん。だけど、こう、新三部作を作る際に、立ち直ってやられたと。だからそれが、結構ね、いろんなところでの、まあ、いろんなね、考察系 YouTuber さんたちが結構深掘っていろいろやられてるのもね、いくつも拝見したりしてたんですけれども、やっぱりこう、安野さんのね、考えというか、主張したいことを、新三部作の時にいろいろ詰め込んだんですよね。で、その時に、あのまあ、このエヴァンゲリオンをずっとね、追い続けてきた視聴者の人たちも含め、かつ、それの呪縛にとらわれていた自分や自分たちも含めて、すべてのエヴァンゲリオンに携わる人々たちを、エヴァンゲリオンの呪縛から解き放つためのものなんだと。すべてから解放するためのものであり、それは安野さんの人生観そのものもそうであり、だからこそ、最後の新エヴァンゲリオンの最後のね、シーンも、があるんですけど、そのシーンの真意っていうのは、そういうところに含まれてるんだよっていうのを、言っていたんですよね。うん。ちょっとね、今これを語り始めようと思ったら、それでもう今日終わっちゃいそうなんでちょっとやめ、深い話をするのはやめようと思うんですけれども、うん。あの、エヴァンゲリオンね、いろいろ難しいですね。うん。なので、まあ、いろいろです。なのでね、まあ、何を言わんやっていうと、まあ、そういう風になっての新エヴァンゲリオンという、なんかこう結構、安野さんの中では一物持って作られた、なんかこう集大成というかね、的なシリーズだったので、なんかね、それがやったけど、また再始動みたいな感じだったから、っていうねあれれっていうのがあったよっていう、そういう話をしたかっただけです。えっと、
なるほどね。どこまで読んだんだっけ。安野さんの新劇場版9で鬱になり、東宝に頼まれてシン・ゴジラをやったことでエヴァを完結することができたそうです。長い話になりそうですみません。ありがとうございます。いろいろね、エヴァンゲリオンとかね、結構難しいですからね、話がね。ということで、いろいろありますが、ちょっとね、本題に入りたいかな、なんていうふうに思います。いつもね、このね、アイドリングタイムがね、あまりにもね、長すぎるっていうね、ありますからね。さあ、そして新規一点ちょっとやっていきたいと思います。まずはね、タイトルコールから、ちょっとこうね、配置なんかをこう、はい、こんな感じかな。はい。さあ、それでは行きたいと思います。さあ、今回ご紹介するのはこちら。怪盗戦隊ルパンレンジャー VS、警察戦隊パトレンジャーから、デラックスルパンカイザーと、パトカイザーだイェイ。はい、ということでですね、今回は、ルパパトのですね、デラックスロボシリーズ、こちらの方をやっていきたいと思います。こちらの方もね、かなりね、アイテム数が多い戦隊になるので、でね、またね、結構ね、語るべきものが多いシリーズでもあるので、はい、今回も、3回に分けて、生配信レビューをさせていただきたいなと思います。はい、第1弾はこちらのですね、1号ロボであります、デラックス、ルパンカイザーとパトカイザーですね。こちらの方をレビューしていきたいと思います。まずはですね、こちらのビークルモード。こちらの方からご紹介していきたい。各機ね、ご紹介していきつつ、ちょっとね、ルパパトのお話なんかもしつつやっていきたいな、なんていうふうに思っております。はい。はい、ルパンレンジャー VS パトレンジャーっていうね、スーパー戦隊がございます。少々お待ちください。そうだ。そう。少々お待ちください。ごめんなさい。OK。はい。そうですね。警察戦隊、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS、警察戦隊パトレンジャーは、ですね、2018年のに放映されましたスーパー戦隊のシリーズということになります。ね。で、こちらの、スーパー戦隊の特徴としてはですね、やはりこの名前の通り、2つのスーパー戦隊を一挙同時にやるっていうね、はい、すごくね、意欲的な、作られ方をしたスーパー戦隊でございまして、はい。で、この中では、戦隊を2つ同時に出してですね、その戦隊同士でこう、競い合いながら、お話を展開していくっていうね、すごくこう難しい、はい、お話の作られ方をしておりました。ね、そういうような形ですので、はい、ビークルもですね、2体には、2グループに分かれておりまして、こちら側がパトレンジャーですね、警察戦隊パトレンジャー、警察機構、国際警察っていうね、警察機構に所属するスーパー戦隊が操るですね、3つのビークルですね。でそれに対して、こちらが、はい、怪盗戦隊、ルパンレンジャーが操るビークルですね。の3体ですね。で、警察戦隊の方は、車両ですね。警察車両というか、車系のビークルがモチーフになっておりまして、それに対して怪盗戦隊の方は、航空機ですね。をモチーフにしたビークルっていう風な感じで、毛色が分かれております。で、この2つを
はい、この2船体をまたがってですね、どっちにも組みせず、どっちともどっちの戦力にもなっていたっていうのが、特別な状態で、こちらが、はい、グッドストライカーですね。このグッドストライカーというビークルがあるんですけれども、こちらが特別なビークルになっておりまして、でこのどちらにも属さないこのグッドストライカーがコアになって、こちらと合体するとルパンカイザー、こちらと合体するとパトカイザーという2種類のロボに、はい、合体変形することができると、こういうような構成になっております。はい、ということでですね、今回はこのルパンカイザーとパトカイザーの方を中心にご紹介できればなと思いますので、ぜひぜひお付き合いの方よろしくお願いします。はい、まずはですね、こちらのビークルモードからちょっと見ていきたいななんていうふうに思います。まずはですね、こちらの、はい、パトレン側の方はちょっと一旦はけまして、ルパンレンジャーの方をね、ちょっといじっていきたいななんていうふうに思います。少々お待ちください。ごめんなさい。よいしょ。OK。はい。ということでですね、こちらの方が、はい、ルパンレンジャー側が操るですね、ダイヤルファイターですね。はい。まあ、先ほどの警察型の車両の方のマシンはトリガーマシンっていう風に言われています。それに対してこちらの、ルパンレンジャーたちが乗り込むですね、マシンのことはダイヤルファイターっていう風に、はい、言っております。ね。で、特徴としてはこちらの方にダイヤルですね。金庫のダイヤルがついておりまして、こちらのダイヤルを回すことによって、こういう風なね、アクションが、付加されてるんですけれども、これがついているのが、はい、ルパンレンジャー側のマシンダイヤルファイターの特徴です。で、それに対して、警察側のこちらのトリガーマシンですね。トリガーマシンにはトリガーがついてるんですね。これを引くことによって、はい、アクションが展開されるっていう、はい、特徴があるんですけれども、こちらのどちらともないグッドストライカーにはダイヤルファイターの特徴であるダイヤルもありつつ、トリガーマシンの特徴でありますトリガーも両方ついている。そういうような形になっております。なので、こっちはどっちもついているっていう特殊なやつってことですね。はい。で、こちらのね、グッドストライカー、ルパンレンジャー側の時には、はい、変形して、ジェットモードになることができるんですね。で、ルパンの時はジェット。で、パトの時は先ほどのやっていたような車型ということな形になっております。なので、まずはルパンなので、このジェットモードにして、ちょっとレビューしていきたいと思います。まずはですね、こちらですね、主人公機であります。はい。はい、ルパンレッドが乗り込むレッドダイヤルファイターですね。はい、完全な戦闘機ですね。かっこいい戦闘機を模している、ダイヤルファイターになっております。うん。なかなかね、うん、形はすごくかっこよくて、うん、ジェット戦闘機っていう感じでね、いや、もうまさに、主人公の乗る機体にふさわしい、かっこいい機体なのかな、なんていうふうに思います。うん。ただね、やっぱりこう、なんだろうな、形はね、すごくかっこいいんですけれども、うん、なんて言うんですかね、すごくこの、言い方がちょっとね、難しいんですけれども、うん、少し対象年齢を下げたような感じの、うん、
まあ、頑丈であり、パーツ数少なくしてある感じ。なんて言うんですかね、この、言い方は良くないんですけども、ちょっとチープ感があるというか、まあね、どうしてもね、なんかこう多分、あの、商品開発の方の、あれだったんだと思うんですね。意向だったと思うんですよね。なんかこう、結構ね、その、昭和の戦隊とか、まあ近年の戦隊でもいいんですけれども、やっぱこう、緻密性とか豪華さとか、まあそういったね、プロダクトに対しての、良さ、なんだろうな、パーツがね、いろいろあったり、細かかったり、金属を使っていたり、素材を変えていたり、なんかこう、いろいろこの、形としてね、立体物としてすごく豪華な感じを、はい、持たせることによって、特別感を出していたと思うんですけれども、まあ、それに対し、そういった観点で見ると、ちょっと、うん、ちょっとね、チープ感があるというか、でもその代わりですね、こういったところが、ソフト素材でね、作られていたりですね、質実剛健ではあるんです。いろんなところがね、結構分厚く作られてるんで、壊れにくいとか、だからこう結構、その原点回帰してちっちゃいお子さんに遊んでもらおうっていう意図があったのかななんていうふうに思います。というふうに、ちょっとね、で、作りから見て、なんかそういったところをちょっと感じてしまった、っていうのが第一印象ですね。うん。まあ、いろいろね、モールドとかきちんと細かく切られてるんですね。なので、で、形はすごくかっこいいです。ね。なので、まあ、なかなかね、こう、いや、非常にね、悪くはないんですよ。悪くはないんですけれども、なんかね、まあ、そういったね、作りの部分から、おそらくこういったような感じで、狙ってね、あの、開発者さんの狙いとしては、そういうふうにね、今までの、うーん、ターゲットよりも少し下げてるのかなっていう印象を受けました。ね。で、このレッドダイヤルファイターには一つアクションがありまして、このダイヤルを回すことによって、はい、このように、生地をね、下げることによって中にね、この照明灯なんですよね、これがね。なんですけれども、まあ、それがね、レーザービームの発射口のようなものが出てきます。で、これがメインのね、攻撃になるんですけれども、はい。これをね、発射するギミックっていうのが発動します。ダイヤルを回すことによって。で、これね、芸が細かいのは、はい。これ実は、ルパンカイザーになった時の頭部になるんですよね。だけど、このパカッと降りた時には、中にはね、顔が露出しないっていうか、レーザー光が出てる状態。で、ロボットに合体するときは、顔が出てくるっていうね。なんかね、そういう部分はかなりね、凝ってるなというふうに思いました。はい。続きましては、こちら、ブルーですね。ブルーが乗り込む、はい、ブルーダイヤルファイターですね。ね、こちらは、非常にこのね、プロペラ機になっていて、はい、非常にこの、レトロな感じでね、かっこいい感じになっております。でこちらも、はい、この主翼の部分は、はい、柔らかいね、素材になっていて、壊れにくい、はい、作りになっております。うん。まあ、ね、見た通りですね、こちら腕になる機体なので、
まあ、多分腕になるだろうなっていう感じの、形をしていてですね、非常にこう、シンプルな、はい、感じになってるかな、なんていうふうに思うんですけれども、こちらのね、ブルーダイヤルファイターも、ダイヤルを回すとですね、アクションが発動しまして、はい、このようにパカッと、はい、折ります。で、そうすると、こちらの、機体後部が折れ曲がることによって、はい、こんな感じで、はい、こちらのね、機体下部に、あったガトリングですね。ガトリングガンを機体前面に向けて攻撃モードにすることができます。アタックモードですね。はい。こちらは、機体後部が前方に回り込むだけじゃなくて、こちらの手前のね、ガトリングの砲台の方も稼働しますので、ちょうど前面に向けることができます。ね、これはすごく面白いですね。うん。こういう感じですね。うん。はい、そして、こちらが、はい、イエローの乗り込むイエローダイヤルファイターですね。ルパンイエローの乗り込む、はい、イエローダイヤルファイターです。ね、こちらの方も、こちらの方は何ですかね。うん。ヒルローターのついている垂直、ちょっと、すみません。今ね、ちょっとクーラーがね、止まってしまいましたんで、ちょっと今、クーラーを再度つけに行かせていただきます。すいません。ちょっと中座します。よよいしょ。すいません。失礼いたしました。今、ジョボジョボ聞こえたかと思うんですけれども、ああれですね、結露のね、お水が満タンになるとかって止まっちゃうんですよね。なので、お水を別の器に移して、再稼働させていただきました。そうそう、なんでかっていうと、結構ね、このね、ここの、はい、生配信しているこちらがですね、地下室になっておりまして、地下のですね、秘密基地で、お届けさせていただいておりまして、なんでね、地下室なもんで、クーラーがないんですよね。なのでね、コンビニクーラーというか、を使ってですね、それをクーラーとして、冷やしてるんですね。なので、排水施設もないので、このような形でね、ちょっとレトロな感じでやらせていただいております。はい。ということでですね、こちらのイエローダイヤルファイター。で、こちらもブルーと同様にですね、こちらのダイヤルを回しますと、はい、カチャッと展開しまして、こちらはね、回転層ですね。回転のこぎり。こちらがね、回転する。で、こちらが機体前面に、出まして、で、これで、攻撃する。斬撃で攻撃したり、この、なんだろうな、うん。回転の小切り状の、ビーム刃をですね、ここから出して攻撃したりすることができます。というね、アタックモードに、することができます。はい。と、ここまでが3体のご説明でした。さあ、そしてですね、こちらがメインの機体ですね。グッドストライカー。こいつには、乗組員とかはいないです。ね、実際にこのグッドストライカー自体が意思を持った、はい、ルパンコレクションでして、まあ、ちなみにこのダイヤルファイターもトリガーマシンもグッドストライカーもルパンコレクションっていうね、この作品に出てくる、
重要なキーアイテムがあるんですけど、その一種なんですよね、全部。うん。で、このグッドストライカーは、他のマシンにはないんですけど、こいつにだけは意思があるんですね。うん。で、こいつの意思でどっちにつくかを決めるっていうね、そういう役割を持っております。で、こいつはどっちの陣営にもつけるように、ダイヤルファイターでもあり、トリガーマシンでもあるというね、一粒で二度美味しいマシンになっております。ね。で、実際このね、非常にかっこいいですね。最初ね、どうなることやらと思いつつ見てたんですけれども、ジェットモードはね、すごくかっこいいですよね。機種も、ここコックピットと見ると、すごく機種もスラッと長くてですね、ちゃんとね、デルタ型の形をしていて、シルエットもすごくジェットとしてかっこいいですしね、前方がかなりごつい感じの印象はあるんですけれども、なかなかね、すごくいい、かっこいい形をしてるなと思います。このグッドストライカーに、ほとんどの、リッチなね、機能っていうのは搭載されておりまして、実はこちらにはね、音声ギミックが、はい、搭載されております。でこのダイヤルを回すことによって音声が発動します。などなど。というような、はい、音が鳴ったりします。また、このトリガーを押す、握ることによっても音声が発動します。というような感じで、パトレンジャーっぽいセリフはこっちで言って、ルパンレンジャーっぽいセリフはこっちで言うってね、そういう感じになっております。ね。なかなか凝ってますよね。で、この、はい、ルパンレンジャーのね、ダイヤルファイターたちは、ここから合体してロボになるっていうのが、機能のすべてなんですけれども、その他にもですね、先ほどもありましたように、こちら、変身アイテムであります、こちらのなりきり武器のバーサスチェンジャー。こちらともですね、この、はい、ファイターたちが絡みを持っております。なのでね、ちょっとそれもね、軽くさらっとご紹介したいなと思います。はい、こちらがバーサスチェンジャーですね。はい、こちらがルパンレンジャーもパトレンジャーも使用する、はい、なりきり武器ですね。であり、変身アイテムでもあるということですね。でこれがね、すごく面白い、なりきりなんです。なりきり武器なんですよね。で、こちらはですね、こちらにスイッチがありまして、はい。こちらを、で、ここにトリガーがあるので、押しますと、
というレーザー音が鳴ったりします。で、この銃なんですけど、基本的には。でここにですね、先ほどのダイヤルファイターですね。こちらをセットします。で、ダイヤルを、はい。あれ回転して、で、ここを回すと、はい。ルパンレンジャーの場合はこちらをですね、上側に回すんですね。ダイヤル変えても参考に。はあ、はあはあ、あれおかしいな。少々お待ちください。ごめんなさい。で、これで、あれおかしいな。少々お待ちください。あ、また。こうなるんですね、本来。で、ここで、で、ここで回転させて、っていう変身音が鳴るんですよ。これが正解です。あ、さっきなんでこれなんなかったんだろう。はい、という感じになります。はい。で、こちらを、で、こちらを外しまして、もう一回レッドでやってみよう。あれ、やっぱなんねえな。なんだろうね。こっちの付属していたレッドダイヤルファイターの方でやってみよう。あ、こっちのあった。という感じの変身がすることができます。ね、これ結構アクションも大きくね、回転するし、光もね、あるしね、音声ギミックもすごく、豊富なんで、すごくリッチですよね。なのでね、すごく、あれとしてはね、玩具としてはよくできているなと思います。なんで、で、まあ、先ほどもね、やってたんですけれども、ルパンレンジャーの時にはこういう風に上側に、向けてるんですよね。で、これが滑走路のような、あの、状態を模してるんですよ。で、押すことによって、劇中ではここからビームの滑走路がビューッと出て、ここからですね、
ダイヤルファイターたちが発進すると、そのビームの滑走路を滑ってる間にビュン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 とブライシンクロン的にでっかくなっていって、通常のね、戦闘機くらいの巨大化をするんですよ。で、そこにルパンレンジャーたちがひょいっと乗っかり込むっていうね。で、ここもね、すごくて、劇中ではね、ちゃんとこの CG で、この中にね、乗り込んでパカッと閉まるところまでをちゃんとね、CG で再現してるんですよね。だね、劇中でのこのルパンレンジャーたちのこのマシンのね、描写っていうのも、すごく凝っててね、おしゃれでかっこいいんですよ。うん。なのでね、このバーサスチェンジャーっていうのも、なかなかね、よくね、作り込まれてるというかね、うん。ライト&サウンドギミックも豊富だし、うん。動きもね、大胆なんで、ね、なりきり武器としてもね、満足感あります。ね、しかもかなり大ぶりなんで、うん、すごくいいですよね。で、さらにね、これのすごいところが、なんとこのね、グッドストライカーも、セットできるんですよね。で、このグッドストライカーをセットすると、これもなんないのかい。ちょっと音声はやめましょう。はい、こういう感じでね、グッドストライカーもセットして、はい、できるんですけど、このグッドストライカーをね、セットしたら、めちゃくちゃでかいし、めちゃくちゃ重たいんですよ。だからね、このセットしたこの状態のなりきり武器としての、うん、満足感はすごいですね。なんだろう、スーパー戦隊のバズーカ武器みたいな感じの、うん、満足感があります。なので、うん、このグッドストライカーっていうのが、ね、めちゃめちゃでかい、マシンなんですけども、この、でかいマシンっていうのの、良さも取り込みながら、でかいなりきり必殺武器になるっていうね。うん、この機能っていうのが、このバーサスチェンジャーの妙かなと思います。普通のなりきり銃でもあり、各ダイヤルマシンやトリガーマシンをくっつけたことによる、ね、各レンジャーの音声も搭載した、変身アイテムでもあり、かつグッドストライカーを取り付けたことによって、必殺のバズーカ武器にもなるというね。うん。で、しかも、各々がね、往々にして非常にリッチな機能を持っていて、うん、満足できるものになっているかなと思うんですね。なので、このバーサスチェンジャーは、すごくね、なりきり玩具としては、クオリティがめちゃくちゃ高いなと思いました。うん。押村区はね、ここの重工も光ってくれたら、もう100点だったかな、なんていうふうには思いますけれども、うん。でもね、非常に、面白い遊びがいのある玩具だな、なりきり玩具だなと思います。はい。はい、チアさん、ルパンカイザー、グッドクルカイザーを上下に分割してドリルとタンクになれば、グレート5と構成が一緒になりますね。ルパンカイザー、グッドクルカイザーを上下に分離して、ドリルとタンクになれば、グレート5と構成が一緒になります。なるほど、そういうことね。なるほど、なるほど。
こいつを、こっちとこっちで分割すれば、2機合体状態になれば、そういう、グレート5と同じ構成になれるっていうお話ですね。ああ、確かに確かに。で、実はね、僕もミニプラの方の、グッド、ルパパトシリーズ、ガチ制作して全部作ったんですけど、で、オリジナルギミックとかも全部盛り込んだりして、俺合体改造してね、作ったものがあるんですけれども、はい、そちらはね、実はね、このグッドストライカーには、機能を盛り込んで、うん、いろいろやりました。うん、なんでね、確かに、今ね、チェアさんがおっしゃってるような、グレート5的な感じの、うん、構成もできるかななんていうふうに思うんですけど、僕の場合はね、ちょっと違う感じのギミックを入れちゃったんですけど、確かにね、ミニプラとかを改造すれば、なんかね、そういうのいかようにもできそうな感じしますよね。そうすると、なんかこう、グレート5をね、模したような、改造したね、ルパンカイザーとかパトカイザーを作れるかななんていうふうに思うので、なかなかそれは面白いアイディアですね。うん。勝也さん、こんばんは。結構大きいんやね。あ、どうも、勝也さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。まあ、そうですね。ボディのほとんどを、グッドストライカーが担ってるので、うん、でかさ的にはかなりこいつはでかいですね。まあ、こっちの方の、ダイヤルファイターたちはそこまで大きさ的には大きくないかなと思うんですけど、こいつはでかいです。でかいし重い。なので、なりきりのバズーカにした時の重さとでかさは結構迫力があります。オトカメラダセーバーさん、ルパンカイザーかっこいいです。いやね、もう本当にね、うん、玩具としてもね、うん、ロボ玩具としてもなかなかね、いい玩具だったりするので、うん、いいですよね。かっこいい、かっこいいと思います、僕も。チャンさん、多分、読みは VS チェンジャーな気がします。あ、そうなんですね。失礼。勝手に VS チェンジャー、あ、VS チェンジャーです。おっしゃる通り。ありがとうございます。つとむえのきさん、ルパンマグナムとジャックポットストライカー、あと2つだ。あ、つとむえのきさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ジャックポットストライカーのあと2つだ。あと2つ。うん。意思があるうんぬんかんぬんの話ですかね。そうですね。こいつの、まあ、先ほどこちらの方が、グッドストライカーが意思を持っているっていうようなお話があったんですけど、で、この、あの、グッドストライカーの他にですね、話が、進んだりですね、劇場版とかになってくると、ジャックポットストライカーっていうね、これの動画タ機が出てくるんですよ。うん。最初の初出は劇場版で、その後ね、劇中にも登場したりする非常にね、重要なキーアイテムなんですけれども、このジャックポットストライカーも意思を持った機体になっていて、で、その他にですね、その後出てくるルパンマグナムも、独立してね、動くことのできるものだったりするので、まあそういうものが後々出てくるってことですね。今回はこちらってことですね。うん、はい。つとめえのきさん、赤いグッティ、すなわちジャックポットストライカーを3つのダイヤル合体するとルパンレックスになるぞ。その2つのマンと黄金の剣、クラウンは大事になるんだよ。ありがとうございます。そうですね。まあ、おそらく、ジャックポットストライカーは、3回目とかにやれるかな、なんていうふうに思いますので、ぜひぜひ、その時はね、持ってこようかな、なんていうふうに思います。はい。
それでは、合体していきたいと思います。では、ルパンレンジャー、ルパンカイザーの方に合体させていきたいと思います。こちらはね、すごく形としては簡単でして、こちらの機種をまず畳みます。で、こちらの翼の方を畳みまして、はい、ぐるっと回転させます。はい、そうしましたら、こちらの後ろのですね、機体の後ろ側をこのように展開しまして、で、この、はい、コックピットの部分が、ボタンになっていて、ここを押しながら出すと、ストッパー解除されて、はい、足がスライドして伸びます。で、ここで、はい、少しだけ、また終わることができます。で、今回はルパンカイザーなので、このすね当ての部分があるんですけど、こちらを展開すると、すねが赤になるんですね。はい、これで合体準備完了です。はい、ここに、ブルーダイヤルファイターですね。ブルーダイヤルファイターの方を、はい、アタックモードに変更、をしましたら、翼を下に折りたたみまして、で、拳をこちら側に回転させます。そうしましたら、右側に合体。合体できました。はい。イエローダイヤルファイターの方も同様ですね。アタックモードにしまして、ローターの方を畳んだら、はい、こちら側に前面を向けまして、左腕の方に合体。はい、そうしましたら、レッドダイヤルファイターですね。こちらを少し翼を上側に向けましたら、ここに合体ジョイントがありますので、合体ジョイントを起こします。はい、そうしましたら、こちらの方に合体。そうしましたら、レッドの方のダイヤルを回しますと、はい、アタックモードの時のように機体が前に倒れます。そうしましたら、こちらのダイヤルをぐるっと回転しますと、ロボの頭部が出てきまして、さあ、これで完成。ルパンカイザーだ、イェイ。完成しました。こちらがルパンカイザーでございます。なかなか、そのシンプルな、変形合体ではあるものの、すごく特徴がありますよね。で、がっしりしたボディだし、肩とかもね、すごく張り出てて、けれん味があります。なのでね、非常にこう、シルエットとしてはかっこいいのかなと思います。またね、まあね、スーパー戦隊のデラックスロボにありがちなですね、こう、立っていて、こう、直立してる感じとはまたちょっと違って、少しね、股を開いていたり、肩を接続するときもですね、まっすぐ接続してるわけじゃなくて、ちょっと角度ついてるんですね。で、最初から少し脇が広がっているので、なので、合体した時の立ち姿が非常にこう、スマートというかね、最初からね、少し角度がついているので、ちょっとかっこいい感じになってますね。また、あの、変形の恩恵で、ここがね、腕の方がロールができますので、少し表情をつけることも可能です。またね、腕は、はい、8クリックで360度回転できますので、腕の方のね、可動はかなり確保されてるかなと思います。またね、肘も曲がるんですね。なので、まあ、スーパー戦隊デラックスロボとしての遊びとしてはね、非常にこの、十分な、稼働をして、持っているかなと思います。
やはりね、この、カチャカチャっと、簡単に変形合体できて、で、ね、変にね、いろんなところがぐにゃぐにゃ動いて、扱いづらいってことがないようにですね、これだけカチッとしている中で、これだけね、腕が回転して、動かせるっていう、動かせるね、部分が確保されていれば、もうこれで十分ですね。遊びとしては。またね、顔がね、結構奥まったところにあるんで見えにくいんですけど、こんな感じの顔をしています。まあね、結構特徴的な顔ですよね。ルパンレンジャーたちが変身する前に顔をですね、マスクで、アイマスクで隠してるんですけど、そんな感じの顔をしてます。アイマスクで顔を隠しているような、感じの顔ですね。またね、この頭部の形状が、先ほどね、チャーさんがおっしゃっていたような感じで、マスクマンのね、グレート5の頭部に似てるねっていう風に当時ね、言われてました。確かにね、こんな感じですよね。ちゃん、変形もね、ジェット型のマシンが、機種の部分がね、前に倒れて、はい、こういうようなね、頭部が出てくるっていうギミックもね、グレート5に酷似してるんですね。なのでね、そういう部分では、いや、非常にこのなんかこう、マスクマンを少しオマージュしているような感じすらあって、なかなか面白いですよね。はい、またですね、まあ、マスク顔のね、ロボっていうのも日本にはね、いろいろありましたので、アクロバンチとかね。なんで、この顔の形状そのものも、結構、昭和のね、の時にちびっこ世代を送りました僕としてはですね、結構馴染みがあったりして、この顔はこの顔でなかなか味があっていいなと思います。このマスク顔ですね。アイマスク顔。はい。というのが、はい。ルパンカイザーですね。ルパンカイザーでございます。で、またですね、このルパンレンジャー側ですね。ルパンレンジャー側には、その他のダイヤルファイターたちもおりまして、いるんですが、ですね、今回ちょっとご用意してて、このルパンレンジャー側のですね、ダイヤルファイターで、今ご紹介したのの他に、初期だと2機、追加でオプションダイヤルファイターたちが存在するんですね。で、その2機のうちね、1機、1機というか2機、シザーダイヤルファイターとブレードダイヤルファイターっていうのがいるんですけど、これがね、なんかどこ探してもなかったんですね。いや、おかしい。ルパンカイザーたちを入れてる箱があるんですけど、その箱の中にね、ないんですよね。んでね、結構昼間四方八方探したんですけど、ちょっと見当たらず、申し訳ない。オプションダイヤルファイターね、1機だけ今回になってしまうんですけど、はい、そちらがですね、はい、こちら。はい、サイクロンダイヤルファイターですね。こちらのサイクロンダイヤルファイターがございます。で、このサイクロンダイヤルファイターをちょっとご紹介していきたいなと思います。まあ、このね、今回の、メカ、ルパンカイザー、パトカイザーのメインの、遊びは、この取り付けました両腕のダイヤルファイターたちの交換ギミックですね。はい。この交換によって、
強化していく、バージョンを変えていくっていうのがメインの遊びになっております。今回は、ね、こちらはイエローダイヤルファイターを取り外しまして、こちらのサイクロンダイヤルファイターですね。こちらは2本のローターで、回転するヘリコプターのような、はい、感じのマシンになっております。こんな感じですね。で、こちらのダイヤルファイターもアタックモードがありまして、こちらを回転すると、はい、こんな感じで展開して、はい、2枚のね、ローターを両サイにね、分ける感じで。で、こういう風にやると、サイドの敵を切り刻むことができるアタックモードになります。ね。なんだかちょっとよくわからない感じの形状になるんですけれども、こちらがアタックモード。で、このアタックモードの状態で、腕に合体。はい、これで、ルパンカイザーサイクロンだイェイはい、サイクロンダイヤルファイターの方を搭載した、はい、ルパンカイザーサイクロンですね。で基本的にはこれで台風みたいなね、こう、サイクロン状のね、風をね、送り込んで相手の、動きを封じるっていう攻撃ができるようになります。という、はい、バージョンをね、変えて、いろんなダイヤルファイターを取り付けることによって、いろんなパターンのルパンカイザーを作ることができる。これが、ルパンカイザーの主なギミックになっております。だね、こちらもね、本当に腕に取り付けるだけって感じなんで、まあなんかね、取り付けようがあればいいんですけれども、ね、ジョイント的なのはもう本当完全にここだけなんで、取り外してしまったら、もう完全にね、使われない子っていう感じになっちゃうから、もったいないんですよね。なんかね、こういう感じで背中にも取り付けられるとか、なんかあったらよかったんですけどね。なので、ちょっとね、引き続き、残りのですね、シザーダイヤルファイターとブレードダイヤルファイター見つかったら、第2弾、第3弾あたりの時に、ちょっと、ご紹介させていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。というのが、ルパンレンジャー側のルパンカイザーでございました。はい、つとめのきさん、マグナムをイエロー、ブルーと合体し、ルパンマグナムスペリオルになるぞ。膝のカバーを閉じたままはトリガーマシンと合体しパトカイザーになる。トリガーマシン1号3号の合体だよ。すべてのダイヤルファイタートリガーマシンを合わせて X エンペラーの入手してよかったよ。すべて持ってりゃ、腕をお好みに付け替えよう。ありがとうございます。いろいろね、機能を紹介していただいて。そうですね。マグナムとか、まあ、そのね、X エンペラーとかは、第2弾、第3弾あたりでちょっとやらせていただきたいなと思います。ケタさん、剣立て持ちかっこいいよな。そうですね。シザーダイヤルファイターとブレードダイヤルファイターが、ですね、合体すると、シールドを持った腕と持ち手剣になるんですね。なので、それがね、ルパンカイザー側の結構メインのね、一番かっこいい、バージョン変形になったりするんですけど、それがね、残念ながらなくて、いやー、非常に残念だったんですけれども、そうそう、それがね、一番かっこいいんですよね。ルパンカイザーが一番かっこよくなったりするんで、ちょっとなかなか残念だったんですが、そうですね、かっこいいんですよね。チアさん、妖怪パーツ隠し。いや、もうほんと、本当にね、あいつは出てきますね。今回はパーツどころかね、機体そのものを
隠してくれやがりましてね。もう本当にね、なんかでね、確かにね、本当に1年前とかに、なんかと組み合わせられんじゃねえのとか言って、子供とね、遊んだ時に、なんか出したような気がするんですよね。シザーダイヤルファイターだけ。だから、その時に、箱から出してどっかに持ってっちゃったのか。なあ、難しいですね。いや、ちゃんと勝たしてるつもりなんですけどね。もう、本当にこういう時にね、やってくれるんですよ。本当。つとめなきさん、ガオレンのパワーアニマルに負けず劣らず活躍するよ。いや、もう本当そうですね。うん。いろいろね、劇中でも、特殊なね、ダイヤルファイターたちはいろいろこう、役割があってですね、うん。あのね、非常にいい見せられ方をしてましたね。うん。ケイタさん、ここにも妖怪が現れたか。本当にね、どこにでも現れ上がりますからね、あいつはね。つとめなきさん、黄緑色のヘリウム持ってるよ。二重反転式ローターで飛ぶと、本体ごと空中回転する心配はないよ。ありがとうございます。こちらお持ちだということですね。こちらは、ね、このね、回転するローターが、前後で逆方向に回転するので、通常のね、ヘリっていうのは、こう、ローターが回転することによって、ハンドでですね、こういう風に回転しちゃうんですよ。なので、後ろ側のローターを回転させることによって逆回転を防いでるっていう機能があるんですけど、二重ローターで上下逆回転させると、その反動がないので、こういう風なブレがなくなって安定した、飛行ができるっていう、ものなんですよっていうことを教えていただいてますね。ありがとうございます。チアさん、ガオレン以降、腕と替えギミックは定番化しましたね。腕余る問題も課題として引き継がれましたが。まあ本当おっしゃる通りですね。こいつ外れた後にね、なんかできたらもっといいんですよね。だからこいつは、ね、武器の時にはこうやって持ってられるけど、外した時にね、なんかこう、どっかにこういう風にね、こんな感じで合体できたりね、こういうところにこういう風にできたりしたら一番いいんですけどね。うん。まあ、乾燥ギミックっていうところに妙があるんでしょうから、まあ、ね、外したらどっか行っちゃってるんだよっていう風な感じなんでしょうね。うん。なかなか、うん、どうなんだろうっていうね。あのーこのルパンカイザーね、合体した後って、コックピットがね、この中に全部こうガシャーンつってね、この、あの、ルパンイエローとかルパンブルーが、こう、コックピットごとこういう風に移動して、ここに集合するんですよ。中をこう通って。なので、まあ、設定上はね、この腕のここのコックピットには乗ってないんですよ、人は。なんで、あのーこれをね、外しちゃったら、この子はどうなっちゃうのっていうね、その場でこういう風に置き去りにされちゃうのかとかね。あとはまあ、これがね、ブライシンクロンが解けて、こう、自動的にこういう風に元に戻って、ヒューってこの中にいる海香ちゃんのところに帰っていくのかとかね。なんかね、そういう余計なことを心配してしまうんですよね。この、取れちゃった後のね、いらない子たちについて。うん。なんかね、そういうところがちょっと、もやっとくるから、このね、特会式ギミックっていうのはね、なかなか、難しいですよね。これね、いろいろ考えてしまうと、いろいろ考えち、ね、思いがね、
深いところまで行ってしまうというね。ちなみにですね、これ変形の恩恵で、そうだ、こういうふうにね、内に入れる可動もあるんですよね。この内に絞る可動も。なのでね、なんかこういう特殊なポーズを取ることもできます。ね、昔、ギース・ハワードの投げ技でこんな感じの投げ技ありましたね。全然関係ない余談でした。なので、ちょっと元に戻りたいと思います。はい。ルパンレンジャーの方はこれぐらいで、次にね、パトレンジャーの方に移行していきたいと思います。はい、続きましてはこちらパトレンジャーですね。パトレン側のビークルになっております。こちらは先ほど言いましたように、ルパンレンジャー側の方がダイヤルファイターだったのに対し、こちらがトリガーマシーンですね。という警察型の、警察車両型のビークルになっております。で、こちらのグッドクルカイズ、グッドストライカーの方は、はい、先ほどジェットに変形させたんですが、こちら今度はですね、車両モードの方に変形させていきます。まずは主翼を畳みまして、機種を畳みます。はい。変形は至ってシンプルでこれだけです。で、これによってね、はい。片側4輪の大型車両に変形することができました。ね。これ自体はね、なかなか簡単なんですけど、ちょっとよくわかんない形の車両になるというね、問題はあるんですけども、これが、はい、パトレンジャー側の、変形になっております。うん。はい。で、こちらの方はですね、はい。こちらのね、マシン状態から見ていきたいんですけど、こちらはですね、トリガーマシン1号ですね。はい。はい、パトレン側の、レッドであります、パトレン1号が乗り込みます。浅香圭一郎君がですね、乗り込みます。はい。パトカー型の、ビークルになっております。ね。こちら側もなかなか面白い形をしてますよね。シンプルな車両ではないんですね。なんかこうにカチャッとね、何がしかのこうバンパーのような形状のものがあったり。うん。シンプルな形状ではないんですけれども、結構ね、このコックピット周りの感じがね、結構このミニ四駆っぽくて、車両的には結構かっこいいですよね。ダッシュホライゾン的な感じの形状があったりして。でね、こちらのね、サイレンの形状もね、通常の横ではなくて、ちょっと三角形になってる部分もスポーツカーっぽい感じを出していて、非常にかっこいい形をしてるかなと思います。で、ちなみにこれね、四輪の、ビークルなんですけど、こちらがね、アタックモードですね。アタックモードでこうトリガーを引くことによって、このようになるんですけど、こうするとですね、片側三輪の6輪車両になるというね。で、しかもね、ここにもタイヤがあるっていうね。で、このタイヤが、ビームタイヤみたいなものを発射して、これが攻撃モードになるってことなんですね。はい。というアタックモードもある。面白い車両になっております。はい。これが、はい。トリガーマシン1号でございました。はい。で、こちらは、はい。パトレン2号ですね。が乗り込みます。
トリガーマシン2号ですね。はい、こちらもなかなか特殊な形状をしているんですけれども、はい、コックピットからね、前が見えねえんじゃねえかっていうぐらい張り出てるんですけれども、こちらに、はい、ライトみたいなね、形状のものがあるんですけれども、こちらもね、トリガーを引きますと、これがですね、出てきまし、車体全部が出てきまして、はい、展開すると、これがね、重工になって、巨大な重工が前に、はい、展開されます。これによってね、長距離射撃ができる形態になっておりますね。さながら、対空砲台のような感じの車両になっているのかな、なんていうふうに思います。でこれもね、シンプルな、車型メカではない感じっていうのが SF っぽくて、なかなかいいかな、なんていうふうに思います。これもね、トリガーアクションがこう結構かっこよくて、結構ね、動きが大きくて激しいんですよね。これはなかなか子供がやってて、ね、迫力があって、かつね、こう、何回でもできちゃうっていうね、手軽さが、面白いかもしれない。だからね、結構やっぱりこう、遊び手でいろいろこう、いじくれる遊びみたいな、そういったものを、重要視してるような感じはありますね。で、こちらがトリガーマシン 3号ですね。はい。パトレーン3号が乗り込みます。はい。機体になっております。いやね、このね、非常にね、たまに、出てきてしまうですね、バチさんのですね、良くない部分があるんですけれども、いや、このね、パトレンジャーは、パトレン側の方がですね、変身する前の、キャストの方ですね、に結構ね、いろいろありまして、こちらがですね、明神司さん、司先輩ですね。で、このね、司先輩がね、可愛いんですね。司先輩がですね、可愛いし、可愛くてかつですね、ちょっとエロいっていうね。たまに出てくるマチさんのね、良くない部分、おじさんの部分が出てきてしまうんですけど、まあ、素晴らしいですね。お父さんの味方というかね。司先輩のね、司先輩を演じられてますですね、奥山和沙さんっていうね、女優さんが演じてらっしゃるんですけど、もっとね、もともとレースクイーンとかもやられててですね、非常にスタイルが良くてですね、いやこの方がね、めちゃくちゃ可愛くて美人なんですよね。だからね、こう、僕は、あれですね、二粒を、一回で二粒美味しかったというね。劇中でですね、非常にこう、あの、楽しみがね、二重にあったなというね、非常にこう素晴らしいピンクだったなというふうに思っているんですけど、はい、こちらのね、かわいいかわいい司先輩が乗り込みます、パトレン3号ですね。はい。こちらの方に3と書いております。こちらもね、なんだかよくわかんない形状のビークルになっておりますね。コックピットがここだと思うんですけど、こいつがね、はるかに邪魔してて、前が何にも見えないっていうね、そういう状態になっているんですけれども、これがね、面白い、アクションが、これをね、展開すると、パンと伸びまして、
で、ここをね、このように展開すると、巨大な警棒が出てくるんですね。で、これでこう、バーンと、はい、アタックすることによって敵をなぎ倒していくというね、意外と力技というね、ピンクは意外と力技系がありがちっていうね、スーパー戦隊あるあるですよね、これね。うん。ピンクが意外と力持ちっていうね。うん。という、はい、機能を持っております。で、こちらがね、トリガーマシンですね。で、こちらのグッドストライカーの車両モードですね。はい、こちらの車両モードになりますと、はい、先ほどのジェットとは打って変わってですね、はい、8輪の巨大装甲戦車の、巨大装甲車のような、はい、状態になるんですけど、この状態になるとどこがコックピットなのかよくわからないっていうね、そういう状態になるかなと思います。またですね、ここ実はですね、ここ真っ黒なんですね、通常。真っ黒で、ここも真っ黒なんですよ。だからもうほんと黒い塊っていう感じなんですね、もともとは。ちょっと僕ね、それが寂しかったんで、塗装してしまいました。ね。この、まあ、なんていうんですかね、スラスターというか、重工というか、っていう部分をシルバーとね、グリーンで塗り分けまして、で、こちらはね、ゴールドとレッドで塗り分けております。で、これによってね、ちょっと、前側がね、黒い塊だったのが、ちょっと豪華になって、まあ、こういうのもありかな、なんていうふうに思えるようなところまで持ってこれたかなと思います。ミニプラの時はちょっと改造しまして、このね、足のブロックをこう前に展開して、こう前にね、出るように改造しました。で、そういうのがあれば、このね、車両モードの時にも結構説得力が出たかなと思うんですけどね。ノーズの部分がやっぱないのが、ちょっとね、気になりましたね、この部分は。まあでも、8輪あって、はい、コロ走行もできるよというような形になっております。まあ、ただね、グッドストライカーで言えば、まあ一応ね、このジェットにもなるし、はい、車両にもなるし、ロボのボディにもなるっていうね、3タイプチェンジャー的な、はい、役割を持っているので、そういう部分ではいいのかなと思います。またね、あんまりくどくなっても仕方がないので、いっぱいはやらないんですけれども、こちらもバーサスチェンジャーを取り付ける、VS チェンジャーに取り付けることによってですね、で、今度は、トリガーマシンは下ですね。というふうに、パトレンジャーの場合は、先ほどは、上側に回転させてたんですね。ルパンレンジャーの時には。今度はパトレンジャーは下側に回転させるんですね。で、それによって、この銃と一体化してですね、トリガーマシン側のトリガーが、なりきり銃のトリガーになるという。で、銃口の音声もね、違うんですよ。というね、なかなか凝った、はい、演出になっております。で、こちらがはい、トリガーマシンモードの方のグッディをセットしまして、という必殺技が出せるんですね。はい。で、グッドストライカーの車両モードの時に、このね、トリガーマシン的な感じで使うとですね、もう
非常にこう一体感があってすごくかっこいいですね。うん。めちゃくちゃなりきり銃としてすごい迫力です。うん、ここもね、一体感があって、今度はね、グッドストライカー側のトリガーが使えるので、すごくこう、武器としてかっこよくなりました。超巨大バズーカーって感じですね。重厚音もすげえ迫力です。一発一発がやたら長いっていうね。という非常に、うん、扱いがいのある。このね、VS チェンジャーはね、すごくなりきり銃としてクオリティ高いですね。うん。やっぱ扱ってて、大振りでね、銃としてね、説得力あるっていうのが一番いいですね。うん。迫力がありますし、いろんなね、ギミックがあって面白いかな、なんていうふうに思います。はい。さあ、ここら辺までが、はい、トリガーマシン状態での、はい、ご説明でございました。コメントをいっぱいいただいてますね。あ、そうか。ケイタさん、先ほどね、コメントで、ここにも、僕、妖怪が現れたかって読んじゃったんです。ここにも怪盗が現れたかだったんだ。あ、おしゃれなコメントをされてらっしゃったんですね。すいません。さっと読んでしまって、妖怪パーツ隠しのことかと思ってしまいました。結構、おしゃれなコメントでしたね。ありがとうございます。どこまで読んだんだっけ？ここだ。サナさん、こんばんは。今夜はルパパトですか？コラがノリノリでごっこ遊びしていたのを思い出して懐かしんでました。あ、サンさんよくお越しくださいました。ありがとうございます。やっぱりね、子供は結構キャッキャッキャッキャ、遊びやすいかもしれないですね、これね。うん。でもうね、七実合憲で壊れにくいし、単純なね、機能と、大きなね、アクションがすごくこう、子供が遊ぶにはマッチしてていいかなと思いますね。ケイタさん、背中や足も強化してほしいってなるロボ、ミニプラでバッチさんがその願い叶えてくれたんだよな。ありがとうございます。恐れ入ります。そうなんですよね。やっぱスーパー戦隊のバージョね、バージョン違いのロボにって、基本的には片腕と頭が変わるとか、片腕のみ変わるとか、片腕と胸がちょっと変わるとか、そんぐらいなんですよね。だから、あんまり変化しないんですよね。まあ、大きな変化は強化合体とか、そういったものの方で、やるっていう感覚なんだろうなと思いつつですね。うん。まあ僕はね、ちょっとそこら辺、我慢できずに、いきなりね、このルパンレンジャー、ルパンカイザーとパトカイザーの段階で、全部合体させてしまえみたいな、そんなのをね、ちょっとやってしまいましたね。うん。なので、このね、公式でルパンカイザーとパトカイザーも、合体するんですよ。次回やるんですけれども、グッドクルカイザーっていうね、全合体フォームがあるんですけれども、はい、それの1個、その前の段階でね、ミニプラの方では俺合体改造して、警察と、怪盗のね、共闘合体みたいなのをね、いち早くやってしまったというね、フライングしてしまったというね、いい思い出がございます。この頃はもうミニプラが熱かったね。うん、本当に。もう、
もうね、もう夜な夜な毎日作ったり改造したりして楽しんでましたね。この頃は楽しかったなぁ。懐かしいね。いや、ケイタさんありがとうございます。つとむえのきさん、最強形態のルパンカイザーになるダイヤルファイター、トリガーマシンがあるぞ。まず、光線のマジック、消防車のスプラッシュ、メインは戦車のサイレンストライカーと合体すると、サイレンルパンカイザー、もう一つのメインは黒いジャンボジェットのビクトリーストライカーと合体するとビクトリールパンカイザーになるぞ。赤い1号、緑の2号、ピンクの3号。あ、いろいろ機能を紹介していただきましてありがとうございます。まあね、そこら辺は多分第3弾とかになるかななんていうふうに思います。チャーさん、パトレン3号、自分も推しです。何がとは言わないけど、いいですよね。いいですね。あのね、うわーっつってやられてた時のね、このね、やられた時の何がしかがすごくいいんですよね。ね、うん。わかる人にはわかるというね。ストーンエナキさん。X エンペラーは黄金の機関車、白銀の新幹線合体したもの。11機合体となるとグッドクルカイザーと VSX になるが、持ち上げると足のパーツがほにゃららほにゃららと。ありがとうございます。つとめえのきさん、グッディでもいいよ。変速ルパンカイザー、変速パトカイザーにもなるよ。ありがとうございます。いろいろご指摘いただきまして。さあ、ということでですね、これから、また合体させました。今度はパトカイザーの方に合体していきたいと思います。はい、こちらの方はね、もうほとんど変形が完了してしまっているという状態ですので、はい、こちらはね、変形としては先ほどの手順と一緒です。後部を折り曲げて足伸ばすと。で、今回は、パトカイザーなので、スネア手もこのままでいきます。するとブラックとね、シルバーのパーツだけの構成で、ちょっとね、シックな感じですよね。うん。さあ、そこに、はい。トリガーマシン2号ですね。こちらもアタックモードにしておきまして、はい、左腕に合体。今度は、トリガーマシン3号。こちらもアタックモードにしまして、ケーブルを伸ばして右腕に合体。で、ジョイントを起こしまして、はい。トリガーマシン1号を合体。そうしましたら、トリガーを引きます。で、アタックモードにしたら、こちらを倒しますと、さあ、これで完成。パトカイザーだ、イエイ。おー、完成いたしました。パトカイザーです。このパトカイザーもなかなか面白い形をしておりますね。うん。先ほどの、ルパンカイザーと、失礼。ね、両腕が変わって、頭部とね、胸周りが変わったっていう形なんですけど、なのでね、下半身は共通なんですけど、このね、すね当てをこうね、展開するかしないかで、一応ね、パトカイザーとルパンカイザーの方の違いを出してるんですよね。うん、ここら辺はね、いいんじゃないか、すごくいいなと思いました。うん。これによってね、全身別のロボっていう形になっておりますので、うん。で、またね、ルパンカイザーの時は肩がね、横に張り出てるんですけど、パトカイザーの時は縦方向のシルエットになってるんですよね。うん。で、ここら辺もね、かなり、違いが出てていいのかなと。ちょっとね、パトカイザーのが箱ばこしいんですよね。
ここら辺のね、堅物感みたいなのが、警察っぽさを出していていいのかな、なんていうふうに思います。ね。で、結構ね、武器もしっかりしていて、まあ、銃と警棒ですね。全部両腕に一体になっているっていうところもなかなか面白いですね。うん。なかなか大ぶりの警棒で、ちょっとね、変則的ですけれども、警棒をね、ちょっと横にこうずらすことによって、ちょっとね、斜めに構えてる感じも出せるので、ちょっとね、雰囲気出せるというかね、うん。ちょっとポーズに、調節することができます。うん。なかなかね、パトカイザーかっこいいんですよね。でまたね、警棒使わないときは、こうやってね、畳んでおけば、警棒使わないモードみたいなのもできますので、例えばね、ダイヤル、まあ、ルパンレンジャー側ですけれども、なんかね、持ち手武器を持たせたいときは、こういう風にして持たすことも可能です。でね、ルパンカイザーもいいんですけど、やっぱパトカイザーね、こう顔がかっこいいんですよね。うん。マスクタイプで、結構ね、武骨な顔をしてるんですよ。だけど結構ヒーローチックな感じもあって、角もあるし、ね、うん、顔はね、すごくかっこいい顔してるんですよね。ね、結構なんかフードかぶってるような感じでね、うん、仮面ライダーゴースト的な感じですけれども、でもね、顔自体はすごくかっこいいんで、僕結構ね、パトカイザー好きなんですよね。うん。だからね、このパトカイザー結構気に入っていて、で、このパトカイザーには、にもですね、オプションのトリガーマシンがありまして、まずはですね、こちらですね。こちら、ババン。トリガーマシンバイカーですね。はい。で、こちら、ドドン。こちらはね、トリガーマシンクレーン。この2体が、トリガーマシンのね、パトレン側の方のオプションの、はい、マシンになっております。ね、こちらの方は白バイですね。で、両方ともコロ走行で、はい、もちろん遊ぶこともできます。ちゃんとね、なんか、ライダーみたいなのをね、乗ってるんですけれども、はい。これはね、白バイのですね、白バイ的なのトライクですね。うん。三輪のバイクになっております。これもね、なかなか面白いですよね。うん。で、このバイクマシンがアタックモードでピュッてやると前輪がこのように展開されます。という面白いギミックを持っております。で、こいつも、はい、パトカイザーの方にドッキングすることができます。で、こちらの方は、トリガーマシン2号と取り替えをします。はい。はい。合体することによって、はい、パトカイザーバイカーに、変形することができます。で、このパトカイザーバイカーはトリガーマシンを出すとこのようにアタックモードになるんですけど、これがね、何かというとヨーヨーなんですね。ヨーヨーを前に出すことができると。だからここのフロントの部分が平手みたいになってるんですね。でこれがこうヨーヨーをこう持ってるみたいな感じ。でこれによって捕獲するんですよ。こうグーンつって、この紐のね、ストリングによって相手を捕獲するという、
警察っぽさ満載のですね、はい、武装になるんですね。これはいいですね。なかなか、シャレが効いてていいんじゃないかなと。これ、ヨーヨーなんだ、つって。うん、なかなか面白いですよね。こういう、武器の特殊感が、うん、あの、やっぱりこうね、武器交換ギミックの妙となってるのかなと思います。単純にね、剣とか銃とかだけじゃないよっていうね。そこら辺はね、超電磁ヨーヨー的な感じでね、日本の伝統のね、スーパーロボットの良さみたいなのが出てるのかななんていうふうに思います。さあ、そしてね、さらにトリガーマシンの方で言うと、こちらですね。トリガーマシンクレーン。実は僕ね、このトリガーマシンクレーンめちゃ好きなんですよね。うん。かっこいいんですよね、なんか。うん。こういうね、システマチックな感じの車両僕好きで、何がいいかってね、これクレーンなんですよ。クレーン車両。でこれこうパッとアタックモードでやると、クレーンが起きてですね、まあこういう風に、ちょびっとだけ伸びて、まあクレーンが、使えますよっていう感じなんですけど、ここです。僕が好きなのは。ここにね、ちっちゃい車両が乗ってるんですよ。で、ここから出動するんですね、ちっちゃい車両が。で、これが、ここか。スライドすると、ドリルが出てきてですね、これでね、ちっちゃいドリル戦車みたいな、ドリル車両みたいなのが出てくるんですよね。うん。で、ここ、ね、キャタピラがあって、この小亀式小亀的な感じのね、ミニ車両がここから出動するっていう、この感じがね、めちゃんこ好きなんですよ。こういう、うん、大きい車両の中にちっちゃい車両がこうね、詰め込まれているというね、ちょっとした基地遊びというかね。また言い始めた基地遊び。もうね、これがすごくいいんですよ。で、ここから、作業が終わったら、この中に格納されて、で、これで、はい、詰め込まれて、基地に帰ると。いや、このね、この機能がすごい好き。僕はね、これが超おすすめですね。うん。トリガーマシンクレーン。これいいですね。もうね、このトリガーマシンだけで遊べる。もうね、もうこの機能だけで十分僕は遊べます。だからね、このクレーンがね、僕は愛してやまないわけです。さあ、このトリガーマシンクレーンも、はい、パトカイザーに合体することができます。はい、こちらの方はですね、まずは、バイカーを元に戻しまして、今度は、トリガーマシン3号を取り外しまして、でクレーンの方はですね、小亀のドリルは取り外しまして、はい、この状態で、右腕に合体。はい、こういう状態ですね。で、その上でドリルを展開しまして、後ろ側にですね、こう突起がありますので、はい、起こしておきます。はい、そしてですね、こちらを2号の方に合体させますと、はい、これで完成。パトカイザーストロングだイエイおー。
こちらがですね、パトカイザーストロングでございます。これめちゃくちゃかっちょいいですよね。なかなかこの、大振りで、今までの中で一番かっこよくないですか、これ。このね、クレーンもめちゃくちゃ大振りでさ。で、これもね、伸ばすことできますから。でね、このドリルもなかなかね、持ち手ドリルというね、新しい新感覚の武器になっていて、すごくいいですね。こちら側にも武器が追加され、こっちにもね、大振りの腕がつくというね。うん。まあ、ルパンカイザーの時には、先ほどね、なかったよって言ってるシザーダイヤルファイターとブレードダイヤルファイターが、同じようにね、片腕に合体して、もう一つの方には持ち手武器になって合体するっていう。これは、ルパンカイザーナイトっていう、特殊な、バージョン変形になるんですけど、それのパトレンバージョンがこのパトカイザーストロングになりますね。うん。なのでね、結構この、シルエット的にも結構変わりますよね。このクレーンがいい味出してて、だからね、これね、すごくかっこいいんですよね。うん。こんな感じの、こんな感じの動きも出したりできたりするんで、うん、すごくいいと思います。まあ、ここまで来ちゃうとね、この2つがね、あまりパーツになってしまうっていうのがなかなかちょっと難儀しちゃうんですけれども、うん。こういう形でね、パトカイザー、なかなかかっこいいかな、なんていうふうに思います。あとはね、こちら取り外して、クレーンの方にドリルをコンバートして、こちら側をバイカーに変えることによって、はい、強化武装、両腕とも強化武装化したパトカイザーっていう形にもすることはできます。ね、これがなんか下駄的な感じで、こんな風になったらね、めちゃんこかっこいいんですけどね。こんな風にできたら。これだったらめっちゃかっこよくないですかね。警察庁合体みたいな感じで。でね、この時にだけなんか頭部に冠がつくとか。なんかそんなんがあったらめちゃめちゃかっこいいんですけどね。うん。残念ながらそういうことできず。なんかね、ジョイントがね、あってくれたらいいんですけどね。だね、ここがね、平面じゃないんですよね。うん。だからこう乗せることができない。あ、でもこうするとどうだろう。こうならどうだ。お、お、おー乗せることだけならできましたね。乗せることができるということは、ジョイントを作ればくっつくということか。おもむろに始まってしまった俺合体考察。なかなか、やっぱりこう、形が定まってるわけではないので、難しいですね。こうか。おおいいですね。警察全合体。おおかっこいいぞ。
でもやっぱダメか。やっぱダメでした。しかもね、これね、フォロー走行で動くからね、これ両方側ね。これ両方側動いちゃうんで、ターボレンジャー的なね、ターボロボ的な感じで、合体がね、ローラースケートになっちゃうんでね、安定しないんですよね。いや、だけど、できたらいいですね、これね。できたらかっこよくなるかも。そしたらちょっとやりたいですね。警察全合体。グレートパトカイザー。こうした方が安定するのか。やっぱりでも、やっぱこうだな。なんかでもやっぱジョイントは必要でしょうね。こう前にこう傾けるためのね。なんかうまい。今ちょっと軽く詰め物詰めて、仮ですよ、仮に。仮にちょっとなんか火がついてきたんで、ありものの具材を使ってなんかできないかなと。仮にです。で、ここで、当チャンネル秘伝のはい、ゴムバンド形式を使いましょう。仮ですよ、仮に。乗っけまして、足場をこのように固めた状態で乗っけて、で今ね、前に倒れちゃうんで、ここでゴムバンドを後ろに通して、こいつを上に持ってくると。一回ここでくぐらして、でここ通したいんですね。ちょっとむずいか。ここをこうやって通しといて、でこっちもここをこうやって通しといて、で一回ここでブロックしとくか。こうしといて、で、ここで乗っけると。むずっ。乗っけつつ、ゴムバンドで、ここに引っ掛けようと。で、こちらも同様に、ここで、ここに引っ掛けて、で、ここにこうと。
さあ、これならどうかなと。おー、なんとかできた。これでもまだ倒れちゃう？いいね、いいね、いいね。ここの床材がやっぱ必要ですね。ここの床材が必要。お、できた。おー、ようやっとできた。でも、よくないっすか？おー、これじゃ。そして、おっと。どっかになんかヘッドギア的なのがあったんですけれども、あれ、なくなっちゃった。ヘッドギア的なやつ、何かしかの。えーっと、あれここら辺にあったんだけどな。あったあった。ありました。こいつを使おう。じゃじゃん。いやー。こいつを使えないかなと。でも奥まってるか。奥まってて使えねえか。手前側になんかこう引っ掛けて。これでいいかな？よし、これでいいや。おー！ヘッドギアも足されました。おー！なんとなく思いのほかできた。警察車両全型隊、グレートパトカイザーだ、イェイ！できました。なんちゃってですけれども思いつきで今ちょっとやってみました。もうね、ほんとただ下駄は乗せてるだけで、前につんのめらないようにね、ここでね、ゴム張りにしておりますけれども。うん。かっこいいめちゃくちゃかっちょいいじゃん。頭部もね、こんな感じにしております。本当はね、中の顔に突っ込みたかったんですけども、なかなかちょっと難しいもんで。またね、あんまりこう、ガチャガチャやってまたつんのめってたら怖いんで、ここら辺でちょっと妥協したんですけれども。ちょっとね、膝もちょっと斜めにこう倒してみたりなんかしてね、おしゃれ感を出してみる。これいいっすね。うん、かっこいい。このパトレンジャー状態での強化形態。グッとくるカイザー前の強化形態みたいなね。思いのほかいいですね。
持っててよかったティラノトプスっていうね。で、こいつはパトレンジャー側の強化冠にして、こいつはルパンレンジャー側の強化冠にするとかね。おお、こうなったらね、でもルパンレンジャー側の方が断然難しいか。ですよね。うん。だって、ルパン側だと、イエローとサイレンが下駄になるのかな。ちょっと無理があるか。ルパンは無理か。でも、パトはなんとかなりましたね、パトの方は。おー。今回の俺合体生配信にふさわしい、はい、携帯になりましたね。はい、チアンさん、パトカイザン推し、車輪やトリガーがいいアクセントになってますね。なるほどね、確かに。ね、車輪とかがね、とかトリガーが、ロボットのパーツとしても、すごくね、いいところにね、ありますので、それね、丸だとかね、トリガーの形っていうのが、ロボットのね、デザインとしても、すごくね、いい形で取り込まれてるって感じですよね。おっしゃる通りだと思います。勤めなきさん、バイカーはウィリーもできる。なるほど。確かにね、劇中でそういったあれもありましたね。うん。危ないからやめとこう。で、チャーさん、ヨーヨー警察。これね。でもこのね、武器がね、非常にいいですよね。ここがね、あの、ヨーヨーを持って、この手の形をしてるっていうところがおしゃれでいいですよね。うん。勤めのきさん、細いパーツは折らないようにね。気をつけましょう。チビンのトリガーは固定している。チビンのトリガーは固定して、こちらですね。うん。ドリラーの方のトリガーは、トリガーアクションはないよってことですね。ケイタさん、このちっちゃいビークル好き。これね。やっぱこのね、トリガーマシンクレーンは、本当にね、すごい、機能としてはね、抜群にいいんですよね。僕の大好きな、うん、基地遊びがね、この一つだけで、できるっていうところが、もう本当に、このトリガー、クレーンをね、クレーンがね、もう僕の中でね、一番推しの、はい、トリガーマシンになってますね。トリガーマシンになってるゆえんですね。はい、つのめなきさん、VSX の時にも気をつけた方が、気をつけた方を忘れてない？VSX はね、今週やりませんので、うん。はい、チアさん、ターボロボのタイヤのゲタパーツ懐かしい。そうなんですよ。ターボロボはね、このね、グレートパトカイザーと同様にですね、車輪のついている、車両マシンがですね、そのままそっくり足のパーツになりますんで、コロ走行がロボの状態でできちゃうんですね。それがゆえにね、こう、ステーンってなるんですよ。でね、子供が遊んでて危ないからっていうことでですね、ターボロボに合体した時に、余剰パーツなんですけど、下駄パーツがあってですね、その下駄パーツを履かすことによって、コロ走行でね、ロボの時こけないってね、そういう機能のパーツがありました。なのでね、うん。このグレートパトカイザーにもそれが必要かもしれないというね。
まあ、今はね、安定して立てておりますので、まあ、よしとしましょうというところですね。いやもうこれでもね、ちゃんとできんだったらこれね、下駄で接続するためのパーツみたいなのが作りたいなぁ。で、作ったとしたらどこかに格納しておきたいですよね。なんかうまいことやりたいなぁ。そしたらね、この状態で、ね、デラックスの段階で VSX の前にね、強化合体ができるっていうね、素晴らしい。まあ、パトカイザーフルアーマーモード的な感じですかね。これはこれで熱いかなと思います。つのめなきさん、無理だってば。ケイタさん、惜しい。ありがとうございます。いろいろ。なんとかなりました。無茶をしましたが。いや、まあね、なんとなくできてりゃいいんですよ。チャーさん、2号3号のハマりっぷりが良き。ね、この、なんか下駄になりそうな感じしますよね。このトリガーマシンはね、箱箱しさがあって。なんかね、こう、長方形って感じですもんね、形として。だからこう、下駄にしやすそうなんですよね。ただね、しやすそうで若干斜めになっているパーツばっかりで、ちゃんとは乗らないんですよ。だからね、こういう間に挟む何かがないとダメなんですね。クッション材が。クッション材がね、あって、なおかつ後ろに倒れない、前につんのめらないように、はい、バンドで後ろにね、下駄に固定することができて、ようやっと、はい、こういう風に上に立てていられてるって感じですね。なんかしっかりとね、ガッと固定できる何かが欲しいですね。ガッと。ケイタさん、いつもの冠パーツをいつもの冠パーツをちょっと探したんですけど、なかったもので、でもね、かえって、2種類あるね、方のパーツが、ありましたので、かえっていいのかなと。ルパンとね、パトで、2つ使えますのでね、2つ。かえってよかったのかなと思います。いや、むしろこっちの方が、パトの方がいいか。こっちパトにしますか。こっちルパンにして。ね。どちらかというと、こっちルパンでこっちパトか。いずれにしても、ティラノトプスさんには様々でお世話になってばっかりっていうね。よいしょ。あかんあかん。余計なことをすると、下駄の次元爆弾が発動してしまう。オッケー、危なかった。おお。これでもいいですね。ブルーの冠でも。いやー、ティラノトプスさんは素晴らしいものを残してくれましたね、僕たちに。こういうね、ちょっとした俺合体をするときのね、強化冠に最高のパーツなんですよね。このね、軟質パーツってところが憎いんですよ。もうね、このぷにゃぷにゃしたこの軟質パーツっていうのがね、素晴らしいんだよな。もうこのね、順応っぷりがね、いろんなところに順応するんで、素晴らしい働きをしてくれます。ありがたいな、本当に。いや、かっこいいね。なんか、あれちょっと、惚れ惚れしてきた。かっこいいな。これはちょっとやばい。ケイタさん、機動力もアップしてそう。腕伸びた分バランスが取れた感じがしますな。確かにね。ちょっとね、腕がね、大振りになりましたので、かえってね、この足の長さとマッチして、
ちょうどいい感じになりましたね、確かに。ね、またこの腕のね、アシンメトリーっぷりもおしゃれですね。いやー、ちょっと僕の大好きなパトカイザーがより好きになったかも。ケイタさん、万能すぎるヘッドギア。もうほんとね、ティラノトプス大好き。チャーさん、タカラトミーの冠はいい造形してますよね。あ、そうですね。かっこいいんだよね。いずれにしてもこのね、冠パーツがね。うん。やはりね、タカトミはロボット玩具の何たるかを非常に心得ておりますね。いやー、なかなかね、こう、パトレン、ルパパトのね、デラックス玩具で紹介し、生配信やりたいなと思って、ただね、やっぱりね、肝は次回のね、VSX にあるんで、ね、初回のこれはね、割とシンプルな機能の連続って感じなんで、どうかななんて思ったんですけど、いやー、最後にできましたね。まさか。まさかね、いや、もう本当にね、本当に今、とっさの思いつきなんですよ、これ。まさかできるとは思ってなくて。いやー、非常に今回の生配信のフックになるものができて、いやー、なんかこう、感無量ですね。思いのほかめちゃくちゃかっこいい。まあね、ちょっとね、下駄接続はインチキなんですけど、いや、それにしてもね、めちゃくちゃかっこいいな。いや、もう最高。あ、ちょっと惚れ惚れしておりました。すいません。ということでですね、今回はこのような形で、最高の俺合体ができたんですけれども、はい、デラックス、ルパンカイザーとパトカイザーの方を紹介させていただきました。次回はね、はい、いよいよもってですね、2号ロボというか追加ロボであります、X エンペラですね。この X エンペラがスーパー戦隊デラックスロボの中でも結構ね、機能という意味では飛び抜けたお化けギミックを持っている、はい、ロボなので、ちょっとね、次回は丸々ね、丸々この X エンペラの機能をちょっとね、ご紹介する形にさせていただきたいなと思います。さらにそこからルパンカイザー、パトカイザーと X エンペラーとの全合体であります、グッとくるカイザー VSX。ここまでのレビューを次回はやりたいな、なんていうふうに思いますので、ぜひぜひ次回もですね、お時間がございましたら生配信の方ご参加していただきたいかなと思います。いやー、今回俺合体めちゃめちゃいいのできて非常に満足しております。また次回もね、楽しくちょっとね、ルパンレンジャー、今回ね、ちょっとお話、ルパンレンジャーとパトレンジャーのね、ストーリーとか設定とかの話ね、全然やるいとまがなかったんで、次回ももしかしたらね、おもちゃで遊ぶのにいっぱいいっぱいで喋る時間ないかもわかんないんですけれども、はい、次回もね、いろいろルパンレンジャー VS パトレンジャーの、玩具で盛り上がりたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、長い時間お付き合いいただきまして、バッチでした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。バッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。